キープできる温度帯っていうのがすごく重要で。こんにちは、パークハイアット京都八坂の料理長久岡です。よろしくお願いいたします。本日は、京都亀岡の、七谷鴨を使ったお料理を、紹介させていただきます。こちらの鴨なんですけれども、こちらに納品されてからだいたい2週間前後、これに関しては16日、ホテルの方で熟成させたお肉なんですけれども、見ていただいると分かるようにちょっとツヤが出てきて、色なんかも鴨らしい濃い色になってきてますね。これを、さばくところから始めていきます。まず裏返していただくと、ここに少し皮が残ってますので、これを取ります。ここに鎖骨があるんですよね。でこの鎖骨の先に少し刃を入れていただいて、こちらの鎖骨が浮き上がります。でこれを折っていただくと取れます。この鎖骨を取らないとヒレをおろすときに包丁が当たっておろしにくいので、必ず最初に取った方がいいと思います。でその次に、上から見るとここ真ん中に背骨のようなものが走っているんですけれども、その真横に、包丁を入れていきます。もう一気にお肉の裏にこの薄い骨の部分があるので、そこまで包丁を入れていただいて、あとはこの骨に沿って刃先を動かしながら切り離していきます。でこの腕の部分にたどり着くと関節が2つあるんですけれども、その関節の間に刃先を入れていただくともう簡単に外れるんで、それを外して、あとは切り落としていきます。でその後に、ここに残っている少し脂の部分を取ります。で胸肉の上にこのような薄い筋があるので、この筋のところに少し包丁を入れると自然にこの腕の部分が外れていくので、それに沿って切り落とします。であとはこのヒレですね、ヒレを取ります。でこれヒレ肉に関してはそのままお料理に使うこともできるんですけども、今はパテの材料に使ったりとかそちらの方に回してますね。であとは軽く掃除をします。この周りに出っ張っている余分な皮を切り落とすんですけれども、あんまり切ってしまうとこの焼いている時に身をガードできないので、ちょっと身からはみ出す程度に切っていただければいいと思います。皮を伸ばしていただいて、表から見るとこの腕の付け根のところですね、ここはちょっと乾燥しすぎて硬くなっていることがよくあるので、ここは落としてしまいます。であとは皮に少し切り目を入れていきます。この皮に少し切り目を入れることで皮下脂肪が溶けやすくなるんで、入れておくと後で便利ですね。
こんな感じですね。で今日は、この半分ですね。こちらを使ってお料理していきます。ここ八坂なんですけど、鉄板を使ったレストランなのでオーブンとかサラマンダーなどがないんですよね。だから鉄板の上でうまく温度の違うところを利用してじっくりと焼き上げる必要があります。まず最初は皮目を焼いていきます。身の方に少し塩をしますね。鉄板の設定としましては熱源が2つ、こちら側が230度でこちらが120度ですね。でだんだんとここは熱源がないのでだんだんと温度が下がっていって、ここはもう触れる状態です。最初この温度の高いところで油を焼きながら油を焼いていって、その後に温度の低いところに移してじっくりと焼き上げていきますね。あとはこの油ですね。この油を少し表面にかけてあげることで乾くのを防げるのと、油が熱の伝導体になってまんべんなく熱が行き渡るようになります。少しずつ色がついてくるんですけれども、皮の下にはまだ少し油があるので、もう少し時間をかけて油を溶かしていきます。こんな感じですね。で次に反対側に返します。で皮のない身の面を焼く場合はさっと表面の色が変わる程度でとどめておきます。あんまり焼きすぎると硬くなってしまうので、表面をさっと焼き固める程度に焼いていきます。これで大体外側は焼けてますね。でここから温度の低いところでじっくりと中に火を入れていきます。で鉄板の上で焼く時の注意点の一つですけども、ずっと同じ方向に置きっぱなしにしてると、例えばこれだと下からばっかり熱が入りすぎて切った時に下が白くなっちゃうんですよね。で時々ひっくり返しながら中の血を上下させて均一に火が入るようにします。これでちょっとしばらく焼いていくんです。フライパンですとフライパンで油を溶かしながら焼きます。で油が溶けきったら身の方を少し焼いていただいて、あとフライパンの火を消していただいて、でその後にアルミホイルなんかをかぶせてじっくりと熱を与えてあげればきれいに焼けると思いますね。時々、もう一度火をつけてフライパンを温めてっていうのを繰り返しながらできるだけ長くゆっくりと焼いてあげるときれいにロゼに仕上がっていきます。続きましてソースを作っていきます。ソースの方なんですけれども2種類ございまして、まずジュドゥビアンド、子牛で取ったお出汁を使ったソースを作っていきます。中に入るのは、白ワインと、グリーンペッパー、これを鍋の中で煮詰めていきます。大体液体がなくなるまで煮詰めていただければ結構です。あらかた煮詰まるとジュドゥビアンドを加えます。この状態でしばらくちょっとゆっくりと煮詰めていきます。待っている間にもう一つのビネグレットを作ります。
まず最初ですね、こちらミックスハーブでして数種類のハーブを、入れております。内容としましてはフレンチタラゴン、チャービル、オレガノ、あとマリーゴールドの葉っぱ、イタリアンパセリなどが入っております。これをまず入れまして、その後にこちらですね、エシャロットの赤ワインビネガー漬けを加えます。こちらが葉ニンニクの醤油漬けの漬け汁です。これがない場合は普通のお醤油でも代用は可能です。でこちらガーリックオイルですね。で少しピモンデスプレッドと申しましてバスク地方のエスプレッド唐辛子を砕いたものですね。これを少し加えます。このピモンデスプレッドは少しスモーキーな感じ香りがあって普通の一味唐辛子とは違ったフレーバーがあってお肉によく合うんですよね。で最後にちょっと胡椒を効かせ気味に入れておきます。こちらで完成です。で先ほどのジュドゥビアンドですね、半分ぐらい煮詰めていただければ結構です。バターを少し入れていただいて、こう軽く鍋を譲りながら乳化させていただきます。最後に少しビネガーを加えて味にキレを出します。このビネガー自体はその時お好みのビネガーで結構なんですね。赤ワインビネガーでもいいし、シェリービネガーでもいいんですけれども、こちらではスペインの、フロール・デル・ヘニルっていうビネガー、ちょっと香りに特徴があるシェリービネガーのようなビネガーなんですけども、そちらを加えます。最後ビネガーを入れた後あんまり温めると香りが飛んでしまうので注意してください。これでソースは完成です。続きまして鴨の、付け合わせのお野菜ですね。本日、ご用意いたしましたのはこちら、京丹後産の、大浦ごぼう、あと長野産の白麗岳と申しまして、このような白い大きなキノコなんですけれども肉厚で食感にすごく特徴のあるキノコですね。あとはカリフローレ、あと伏見唐辛子でございます。まずは、白麗岳の方から焼いていきます。こういう肉厚のキノコなんですけれども表面をカリッと焼いてあげることによってすごく香ばしい香りが引き立ってくるので、なるべく触らずにじっくりと表面を焼き上げてください。こんな感じですね。きのこは表面をカリッと焼くのはすごく大事なんですけれども、あんまり焼きすぎると中の水分まで抜けてしまってジューシーさがなくなるので、そこは注意してください。残りのお野菜は少しクロッシュをして水を与えて蒸し焼きにします。
そんなに長く蒸気を当てる必要はなくて、こう表面を潤わせる程度で結構です。カリフローレと伏見唐辛子なんですけれども、少しバーナーで炙ってこの香ばしい香りをつけます。こちら先ほどから休ませていた鴨なんですけれども、最後こちらですね、小さい鍋にバターを少し溶かしていただきます。そこに、にんにくですね、押しつぶしたにんにくを皮付きのままで結構ですので入れていただきます。バターが溶けてふつふつと泡立ってきたらちょうどいい温度帯の証拠です。でそこに肉を入れていきます。これなんですけれども、アローゼというテクニックなんですけれども、お肉どうしても焼いてるうちに表面が乾いてくるんですよね。そこを香りのいいバターをかけながら潤いを与えて、かつ全体的に温めるようにします。このアローゼっていうのはフレンチではよく使うテクニックでして、いろんなお肉にこの工程がよく入ってくるんですよね。アローズされることによって潤いが出たり香りがプラスされたり、肉にとってはいいことずくめで。ここに少しだけレモンを入れます。バターにレモンを加えることによって少しやっぱりキレが出るといいますか。でここに少し先ほどのジュドビアンドを入れて、もう一度アローゼします。このアローゼする時なんですけれども、このふつふつと立っている泡をキープできる温度帯っていうのがすごく重要で、これがなくなってしまうってことは水分がなくなってオイルだけになってしまうんですね。だと今度はお肉が潤う前に脂っこくなってしまうので、そこは注意してください。でこちら最後ブーケなんですけれども、ハーブ好きなハーブを選んでいただければ結構です。ここではローズマリー、タイム、サリエットですね。サリエット3種類のハーブをこのような小さなブーケにしていただいて、バーナーで炙ります。煙が出るんですけれども、いぶす感じですね。どうしても鉄板の上だと炭火焼きのような香りも出ないし、単調な仕上がりになってしまうので、その都度香りのあるオイルを足してあげたり、こういうふうに瞬間的に燻製することによってお肉に変化をつけます。お肉の端っこの部分なんですけども、ここは切り落とします。お肉の表面には少し胡椒をします。その上にこちらバニラ塩と申しまして、フランスのカイエンとバニラ、乾燥したバニラですね、さやごと乾燥させてミキサーで砕いたものをかけます。この甘いバニラの香りがすごくお肉と合う、なかなか使えるお塩です。お皿の上にまんべんなくお野菜とお肉を配置していただきます。
こちらコンリモン、お肉につけますお味噌のようなものなんですけれども、古代赤米を使った酒粕を熟成させたものに黒にんにくのピューレを半分半分で合わせております。こちらを少しお肉料理なんですけれども、だいたいこういう結構ボリュームあるサイズですとソースだけだとどうしても飽きがくるんですよね。でここではこういうコンディモンだったり先ほどのビネグレットをお付けすることによって味に変化を持たせて食べ飽きないように工夫をしております。ここに少しこちら大原の、サラダですね。ミニ春菊とサラダほうれん草でございます。これを少し添えて、あとはナスタチウムの葉っぱでございます。あと最後ソースをかけるんですけども、ポイントとしましてはよく、昔だとはお肉のにこうソースをかけてたんですけれども、それをするとどうしてもお肉自体そのものの味を楽しめることができないので少し横にかけてあげます。こうすることによってつけずにお塩だけで召し上がっていただいたりビネグレットだけで召し上がっていただくことができます。はい、こちらで完成です。じっくりとお肉を休ませながら焼くことによって中に火は入るんですけれども、みずみずしさと申しますか、肉汁があふれ出る仕上がりになっております。お疲れ様でした。お疲れ様です。どうでしたか？めちゃめちゃ緊張しましたけど。動画ですね。はい。緊張しました。すごい緊張しました。でもすごい滑らかで塩味でもなくいただきます。胡椒が、結構効いてて、バニラ味と合いますね。バニラ味はすごく肉と合ってる。やっぱり赤身のお肉にこういうバニラとかの甘い香りっていうのがすごくマッチするんですね。ね、いつも牛の方でいただく味とはまた一味違う。これからの季節にね。そうですね。やっぱり程よくガーリックが効きすぎずちょうどいいです。すごくハーブとそうですね。しっかりハーブの味がしっかり効いていて。もともとこれアルゼンチンなんですけども、やっぱりアルゼンチンってすごい牛肉文化ですごいお肉を食べる国なんですよね。だからお肉を美味しく食べるっていうことに関してはすごく長けてて、こういうコンディモンがあったりとか火入れなんかでもやっぱり薪火で美味しく焼いたりとかしてるんでいろいろ学ぶことはあるんですよ。古代赤米を使った熟成、酒粕と、黒にんにくですね。こう熟成された乳酸発酵からくるちょっと香りと、甘みですね。あとは黒にんにくのプルーンのような甘みがすごくお肉とマッチしてる。本当に、その通りです。すごくこれからの季節に気がします。